こんにちは。今回は女性が好意を抱き始める初期段階に見られる脈ありサインの前兆3選についてお話しします。恋愛において女性の気持ちを読み取るのは難しいものですよね。職場や日常の場面である女性と接する機会が増えた時、この人は単に礼儀正しいだけなのか、それとも少し私に好意があるのかなと考えたことはありませんか？特に好意を抱き始めた初期段階ではまだはっきりとした脈ありサインは出ていませんが、よく観察すると微妙な変化や兆候が現れていることが多いんです。今日はそんな脈ありサインの前兆3つをご紹介します。最後にはこれらの前兆を見つけた後の適切な対応方法という重要なポイントもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。前兆1、あなたの話に少し耳を傾けるようになった。女性が好意を抱き始める最初の段階ではまだ自分でも気づいていないかもしれませんが、あなたへの注目が少しずつ増え始めます。これはまだ明確な視線の変化ではなく、もっと微妙なものです。例えばグループでの会話であなたの発言により耳を傾けるようになる。あなたの話に少し反応が良くなる。周囲の人よりあなたに対して少し意識的になる。この段階では女性自身も自分の感情の変化に気づいていないことが多いため、非常に微妙な変化として現れます。前兆になんとなく落ち着きがなくなってきた。好意を抱き始める非常に初期の段階ではまだ意識的な行動変化はありませんが、無意識の小さな身体反応が現れ始めることがあります。心理学では微細表現と呼ばれるものです。例えばあなたと話すときに無意識に髪に触れる回数が増える。あなたが近くにいると少し身だしなみを整える仕草をする。声のトーンがわずかに変わる。少し高くなったり柔らかくなったりする。これらの反応は非常に短時間で本人も気づいていないことが多いため、注意深く観察しないと見逃してしまいます。前兆3、私もが増えてきた。好意を持ち始めたばかりの段階では女性はあなたとの共通点を探り始めます。これはまだ積極的な質問ではなく、普通の会話の中で少しずつ情報を集めようとする段階です。例えば会話の中であなたの趣味や好みに対して少し反応が良くなる。私もという言葉を使う頻度がわずかに増える。グループでの会話であなたの意見に同意する場面が増える。この段階では女性はまだあなたに関する情報を集め始めたところで、本格的な興味関心を示す前の情報収集の初期段階と言えます。重要。これらの前兆に気づいたら適切な対応方法。これらの前兆はまだ明確な脈ありサインではありません。あくまで好意が芽生え始めた可能性を示す微妙な変化です。ではこのような前兆に気づいたらどう対応するのが良いのでしょうか？適切な対応のポイント。急がない、焦らない。前兆の段階では相手もまだ自分の感情に気づいていないことが多いです。急に態度を変えたり積極的になりすぎると芽生えたばかりの感情がしぼんでしまう可能性があります。自然な関わりを続けましょう。微妙な反応を返す。相手の小さな変化に対してあなたも少しだけ反応を良くするなど、微妙な変化で応えると良いでしょう。例えば少し笑顔を増やしたり、会話の機会を自然に少し長くしたりする程度です。観察を続ける。前兆が本当の行為に発展するのか、一時的なものなのかを見極めるためにもう少し様子を見ることが大切です。焦って判断すると勘違いになることもあります。まとめ。今回は脈ありサインの前兆3選についてお話ししました。これらは明確な脈ありサインが出る前の行為の芽生え始めに見られる微妙な変化です。あなたの話に少し耳を傾けるようになった。なんとなく落ち着きがなくなってきた。私もが増えてきた。これらの前兆に気づいたら急がず焦らず自然な関わりを続けることが大切です。相手の感情が自然に育つ環境を作りましょう。
今回の内容はいかがでしたか？微妙な変化に気づく観察力を高めることで、これから芽生える可能性のある恋愛のチャンスを見逃さないようになりますよ。もし参考になったようでしたら、高評価やコメントをいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。